ご視聴ありがとうございます。今回は北の長大路線に迫る危機を取り上げます。波乱に満ちた路線の歴史と今、そして大きな課題を解説します。午前中の列車が全て運休したこの路線、終点へ無事にたどり着けるのでしょうか。ここは北海道の主要駅、旭川駅です。昨晩に大雪が降り、除雪されていない場所には雪が積もっています。駅舎に入ります。この駅は2010年に高架化され、駅舎も今の4代目になりました。北国の駅だけあって駅舎内は暖房が効いており、普通に暖かいです。札幌方面への特急の多さが目を引きますが、私が乗るのはこれではありません。その横のモニターに出ている13時35分発、特急ソロ別1号稚内行きです。この列車は旭川から稚内までを結ぶ宗谷本線を全線走破する特急です。途中には全部で37駅あり、この列車はそのうち9駅に止まります。終点まで乗ると自由席でも片道8360円かかります。サロベツ1号はこの区間を3時間50分かけて走ります。そして気になるのがさらに隣のモニターです。そう、大雪の影響で宗谷本線は運休や遅れが出ており、この日も13時頃までの列車が全て運休になっていました。私は当初、札幌方面から直通してくる9時ちょうど発の特急宗谷に乗る予定だったのですが、運休になったため予定を組み直しています。宗谷本線は旭川寄りの方が輸送量が多く、旭川発の列車はほとんどが途中の名寄あるいはその手前の駅が終点です。全線を通し運行するのは3往復ある特急と始発の旭川発稚内行きの普通列車だけです。一方、名寄稚内間などを運行する普通列車もあります。サロベツ1号は4両編成で、前から1号車、一番後ろが4号車です。4号車が自由席で、それ以外が指定席。1号車のうち、前半分はグリーン席です。13時25分着、札幌方面からの特急ライラックと接続します。旭川駅では短時間で乗り継げるよう設定された列車もあり、こうして隣同士での乗り換えもできます。花をあしらったヘッドマークのライラックに対し、サロベツは北海道北部の地図を模しています。私が乗る2号車の様子がこちら。これはライラックと接続する前なのでガラガラですが、最終的には乗車率4割ほどになっています。駅舎1階の窓口には朝方の運休で足止めされた人も並んでいたため、ちょっと混んでいます。グリーン車は横3列の豪華仕様ですが、お金がないので諦めます。帝国通り、旭川駅を発車です。富良野線が早速右に離れていき、ここ数年で運用範囲を広げた721系を眺め、旭川四条駅を通過です。旭川駅の高架化に伴い、旭川運転所がこの隣の北旭川駅付近に移転しました。そこまでは電化されていますが、宗谷本線の営業列車は全てディーゼルカーです。新旭川駅を出てほどなく、北海道東部へ向かう石北本線が分岐していきます。ここから先、終点の稚内まで、今は他の路線との接続はありません。長山駅で一旦止まります。この手の列車が通過駅で止まるのは対向列車とすれ違うためなのが普通ですが、この列車はしばらくしてそのまま発車です。1キロほど走ると、雪に埋まった畑などが目立つようになります。雪や氷に覆われた川が、冬の北海道といった感じです。さらに1キロ余り先で交差するのが、北海道有数の河川、石狩川です。先ほどの川や、冒頭のカットで旭川駅の手前にあった川は、いずれも石狩川の支流です。この川を渡ると、8キロ余り直線が続きます。特急が爆走できる高規格路線ですが、これは宗谷本線の一面に過ぎません。ここから先に行く前に、この路線の概要を解説です。宗谷本線は、全長259.4 キロの路線です。最初に開業したのは、旭川から長山までの区間。1898年、明治31年のことです。1903年には名寄駅に到達し、その後数回の延伸を経て、1922年に稚内までが開業しました。初代稚内駅は、
今の南稚内駅から1キロほどの場所にありました。翌年に、当時日本領だった南樺太とを結ぶ連絡船が開設されると、港から駅まで2キロある不便さが問題になり、今の稚内駅まで延伸されています。駅のそばには船着き場が設けられ、今でも観光スポットとして有名です。宗谷本線が建設された理由の一つが、その稚内から樺太までの連絡でした。そしてこの当時のルートは、今のルートとは違います。今のルートは川沿いの難工事が見込まれたのに対し、浜頓別ルートは原野が広くて開拓に有利だったことから、こちらが先に開通していました。今のルートは浜頓別ルートの開業直後に着工し、1926年9月に手塩線として開業したものです。浜頓別ルートの沿線には移民が少なく、大義士や大企業の牧場ばかりで、地元の政治家が自分の利益のために建設させたと言われています。1930年には、後からできたルートが宗谷本線に統合され、浜頓別ルートは分離されました。この地域の物資の輸送は手塩川の水運に頼っており、鉄道の開通で輸送環境が劇的に向上したため、地域の発展につながりました。ところが終戦によって、樺太連絡の使命は終わりを告げます。戦後、海外から安価な木材が輸入されるようになり、林業が衰退。エネルギー政策の変化によって石炭の需要が減り、沿線の炭鉱が閉山になるなどし、貨物の需要も低下していきます。このチャンネルでは、過去に炭鉱の閉山によって衰退した路線をご紹介しましたが、こうした労働集約型産業の斜陽化は、鉄道の衰退に拍車をかけます。そして宗谷本線は、北海道の主要路線の中では、特急の運行開始が非常に遅い路線でした。1997年、旭川名寄間が幹線鉄道等活性化事業として国から認定されたことを受け、スピードアップに向けた改良事業が始まります。この事業は JR 北海道や沿線自治体が出資する第三セクターが主体で、設備や車両を同社が保有し、JR に貸し付ける枠組みです。改良事業は2000年に完了し、最高時速は95キロから130キロに上がるとともに、初めて特急列車が運行されるようになりました。特急ソロ別1号の所要時間は3時間50分、平均速度は時速 67.7 キロです。一方、旭川と札幌を結ぶ函館本線の特急ライラックの平均速度は時速 96.7 キロ。直線区間が多く、スピードを出しやすい函館本線とは異なり、宗谷本線には曲線や勾配がきつい区間が多く残っているため、スピードアップの妨げになっています。ここから先、沿線の様子を見ながら、宗谷本線が抱える課題を見ていきます。列車の速度が下がり、カーブと勾配が増えます。ここは塩刈峠という場所で、トンネルを避けつつ線路の勾配を抑えるため、ぐねぐねとカーブした線形になっています。旭川から名寄までは、割と開けた土地が続いていますが、ここは地形が険しい場所です。高速化事業でもこうした場所の線路の付け替えは行われず、そのままになっています。旭川を出て29分、ワッサム駅に到着です。特急とはいえ一駅で29分は長いですが、これより長い区間もあります。この駅で降りる人はほぼおらず、停車時間も短く、30秒ほどでドアが閉まります。この駅の2019年度までの5年間の乗車人員は、1日平均で88人。特急停車駅とはいえ、3桁に届かないです。ここから9キロほど走ると、沿線には防雪林が続きます。防雪林の長さは5キロ。その間、線路はずっと直線です。旭川から40分、ワッサムから11分で、標別駅に到着です。10人ほどが降りていき、乗り込む乗客も数人見られます。この駅の乗車人員はワッサムよりも多いですが、それでも5年平均で1日あたり293人です。標別駅を発車してしばらくすると、手塩川を渡ります。それほど大きくなさそうに見えますが、これは支流と合流する前だからです。しばらくは手塩川から離れた場所を走り、再び視界に入るのは、ここから25キロほど先です。空模様が悪化し、前ほど視界が効かなくなります。冬の北海道だけに天気が急変することも多いです。
旭川から54分、標別から14分で名寄駅に到着です。奥には車庫につながる線路がありますが、手前にあった線路は大半がすでに剥がされたらしく、広大な空間が残っています。旭川駅の時刻表にもあった通り、この駅で旭川や稚内方面に折り返す普通や快速列車が多く、特急以外はこの駅で系統が分離されている状態です。奥に停車しているのは、当駅始発の列車のようです。この駅では、標別よりも多くの乗客が降りていきます。10人以上、あるいは20人近くはいるでしょうか。1日平均の乗車人員は353人です。大半の乗客が全線乗り通すというより、途中駅で降りる乗客も結構いるようです。なお、名寄駅の近くには、オフレールステーションというトラックでのコンテナ輸送のための施設があります。84年には名寄稚内間で、96年には旭川名寄間で貨物列車が廃止され、宗谷本線の貨物列車はなくなりました。奥の線路を走るのは、キハ54型。国鉄末期、民営化後の車両への投資を軽くするために製造された車両で、86年の製造から40年近くになりますが、まだ現役です。そしてここで、気になるアナウンスが。この先、エゾシカなどの野生動物が多数出没する区間を走行いたします。走行中やむを得ず急ブレーキを使用することがあります。お立ちの際は手すりなどにお使わりください。そう、JR 北海道を悩ませる野生動物との衝突が多発するエリアに入ります。そして車内ではもう一つのアナウンスが。松山駅付近から名寄駅にかけ、降雪により見通しが悪く、安全のため少々速度を落として運転を行いました影響により、名寄駅0時発車時刻よりもおよそ5分遅れて発車しております。お急ぎのところ列車が遅れ、ご迷惑をおかけしておりますことをお詫びいたします。高速化したとはいえ、見通しが悪ければ減速せざるを得ません。手塩川に並行して走るようになります。ここから先、実に120キロほど、線路は手塩川に沿ったエリアに敷かれ、断続的に川の横を走ることになります。名寄から40キロほど、豊清水信号場に到着です。大正時代からの入植者による西岸が通り、戦後になって開業した駅ですが、利用者数の減少により、21年3月に廃止されました。列車の行き違いのために設備は残され、信号場として機能しています。特急サロベツ4号、旭川行きが走り抜けていきます。駅だけで行き違いができればいいですが、この前後は駅間距離が 23.2 キロあり、そういうわけにはいきません。駅舎の横には雪をかぶったトラックがあり、駅舎内には作業服、手前には除雪用の機械やスコップもあります。音威子府駅に到着です。名寄から53分、旭川から1時間49分です。ここでは4人が降りていきます。市街地は駅の周りに少しあるだけで、特急停車駅とはいえ乗り降りはかなり少ないです。かつて宗谷本線として先に開業した浜頓別ルート、後の天北線が分岐していたこの駅ですが、天北線はすでに廃線になっています。機関庫などもなくなり、一中間駅に落ち着いています。天北線の路盤はまだ残っているようで、放棄された鉄橋も残っているのが見えます。力強いエンジン音で加速していきますが、いきなり様子が変わります。そう、エゾシカが線路内に入っており、衝突を避けるために急ブレーキをかけたのです。警笛も響き、何かあったことがすぐわかります。すぐに逃げ出す鹿もいますが、なかなかどかない鹿もいて、列車が止まることもあります。1頭、2頭、そして3頭、まだいます。エゾシカは冬眠しないので、冬場でも衝突事故が絶えないです。結局、この列車は鹿と衝突することはありませんでしたが、もちろんそうした列車ばかりではありません。上りの札幌行き特急宗谷では、途中2回、鹿と衝突しています。1回目は衝突した鹿はその場から逃げており、車体にも異常がなかったため、数分で運転を再開しました。ただし長引くこともあります。衝突したら安全確認を行うため、運転士や車掌が車両から降りることになります。特急ソロ別で運用されるキハ261系には乗務員用のドアがないため、
客用ドアを開けます。雪で足元が悪く、横が斜面になっているところもあり、とても危ないです。2回目は鹿を車体の下に巻き込んでしまい、線路の外に動かす必要がありました。しかし作業は難航し、2回にわたってバックしています。運転士が先頭から最後尾まで移動し、再び先頭に戻ってくることもあり、時間がかかります。この列車には乗務員が2人いるのでまだいいですが、ワンマン列車の場合、1人で全部やらなければいけません。大人のエゾシカは、1頭で体重140キロになることもあると言います。1人で作業できるのでしょうか。体力的にも精神的にも、とても厳しい環境です。2回目では20分余り時間を使い、ようやく発車です。そして2回とも、鹿との衝突の前に急ブレーキをかけています。それで怪我をした乗客がいないかを確認するのは、車掌の役目です。また、2回目では運転見合わせが長引いたため、滝川で接続する富良野線、そして札幌で接続する千歳線に乗り換える乗客がいないか、車掌が車内を巡回して確認します。乗り換え客がいれば接続列車の発車を遅らせる必要があり、ダイヤ乱れが広範囲に波及します。鉄道輸送の利点は定時運行ですが、雪と野生動物に囲まれた北海道では、そうもいきません。そして宗谷本線は、それ自体が予断を許さない状態です。路線の輸送密度は、旭川名寄間が1336で、そして名寄稚内間は316という状況です。JR 北海道では、名寄から北を単独では維持困難な線区として挙げています。これらの路線は黄色線区と呼ばれ、損廃問題を避けられなくなっています。また、国鉄末期に業績の良くない路線を特定地方交通線に指定し、廃線にする動きがありました。旅客輸送密度が1日4000人未満の路線が対象でしたが、宗谷本線はピーク時の乗客が1方向1時間あたり1000人を超えるという条件に該当し、指定を免れています。一方、周辺にあった他の路線は、続々と廃線になりました。浜頓別ルートの天北線は、民営化から2年後の89年5月に廃線になりました。最後まで急行列車が運行されていましたが、第三セクター化されることもなく、全線が消滅。速達列車がある状態で全線廃線になったのは、国鉄及び JR で初めてでした。また、同時に名寄本線も廃線になりました。支線も含めて143キロの長大路線でしたが、一度に全廃。本線がつく路線が丸ごと消滅したのは、この路線が最初です。北海道は開拓地としての歴史上、鉄道沿線の人口密度があまり高くないのが特徴でした。道路網の発達で代替ルートが確保されたこともあり、これらの路線は姿を消しています。国鉄時代、そして民営化後の荒波を乗り切って存続した宗谷本線ですが、名寄より北では利用状況が悪く、1日あたりの乗車人員は100人を切っています。中には、特急停車駅でありながら10人を切る駅まであります。これは平日特定日の調査であること、感染症の影響がある時期を含むことに注意が必要ですが、状況の厳しさがわかります。2021年には12駅が一斉に廃止され、17駅が自治体管理に移行、コスト削減が図られました。設備が簡易的な駅も多く、維持コストは低いように見えますが、駅を維持するには除雪が必須で、その負担が大きいのです。駅間は除雪車で対応できますが、駅施設は重機や手作業になります。駅の周りに住む人を臨時で雇用しているそうですが、高齢化が進み、それも難しくなりつつあります。序盤で出てきた駅ナンバリングで、全駅乗っている区間でも番号が飛び飛びなのは、廃駅が出ても番号を変えなかったからです。ここから先の停車駅でも、乗降はほとんどありません。産業構造の変化と沿線の人口減少が進み、鉄道を維持できるだけの土台がなくなりつつある面はあります。並行するバスなどから乗客が移っても、それでは足りないのも苦しいところです。路線の末端寄りで、日本海が望める区間に入ります。宗谷本線の名物の一つで、天気が良ければ離島の山が見えますが、今日は何も見えないです。また、標高を上げるために線路がぐねぐね曲がっており、前後の区間では速度が下がることもあります。それにしても下がりすぎなのは、
またしてもエゾシカと遭遇したからです。鹿は広範囲に生息しており、気が休まらないです。ようやく稚内市内に入り、南稚内駅に到着です。市街地にある駅ですが、降りる乗客は10人ほどで、それほど多くはないです。南稚内駅の乗車人員は、1日平均で68人。市街地とはいえ、人数が少ないのも仕方ないです。稚内まではわずか4分。この列車で圧倒的に所要時間が短い区間です。ホームの一番奥まで詰めて止まるため、かなり手前から速度が下がります。遅れは途中の区間で取り戻したようで、ほぼ定刻通り到着です。日本最北端の駅ということで、九州南部にある駅との距離や、北海道内外の主要駅との距離を記した看板があります。この駅の乗車人員は、1日平均で105人と、かろうじて100人超えです。そしてこの駅の今は、宗谷本線の状況を表すものの一つです。そう、この駅には、線路とホームが一つずつしかないのです。かつてはホームの両側に線路があったほか、多数の留置線を抱え、港までをつなぐ線路もありましたが、10年余り前に設備の改修が終わり、今の形態になりました。南稚内から稚内までの間には、列車が一つしか入れないです。駅舎を貫いて伸びる線路が続いており、日本最北端の線路の看板もあります。これも観光スポットの一つですが、駅舎内には人気がなく、折り返しの札幌行きの特急宗谷はガラガラです。折り返し時間は20分弱しかないため、のんびり観光はできません。今年3月には、JR 北海道に対し、国が3年間で1000億円余りを支援する方針であることが分かりました。2019年度から5年間行われた財政支援に次ぐもので、赤字に苦しむ JR 北海道にはありがたい話ですが、JR 会社法に基づく監督命令がセットです。監督命令は、経営改善に向けた国の関与を示すもので、法律上は JR 各社に共通していますが、実際に監督命令が出されたのは JR 北海道だけです。監督命令は5年前にも出されたものの、感染症の影響で効果検証が難しいとして、先送りされていたものです。国は、JR 北海道が単独での維持が難しいとする黄色線区について、徹底した改善を求める方針だそうです。日本最北の路線、その未来はどこにあるのでしょうか。ご視聴ありがとうございました。